契約といえばですね、Ruby を最初に作った時にですね、フリーソフトウェア、当時まだオープンソースって言葉がなかったので、フリーソフトウェアとして公開しようとしたときに、ライセンスがいるだろうと思ってですね、ライセンス文書を自分で書き始めたんですね。世の中にはその GPL であるとかフリーBSD ライセンスとかいっぱいあるのに、自分で書き始めたのがそもそも間違いなんですけれども、いざ書き始めるとですね、意外と楽しくてですね、なんかこれプログラミングだよなって思ったことのをすごくよく覚えているんですけれども、その発想の延長線上にもしかするとそのモンテスキューあるんじゃないかなというふうに思いました。結局ね、自前のライセンスは良くないという結論に達したんですけれどもはい、それではですね、今日の本日の Ruby 会議2023年のキーノートを始めようと思います。先ほども、紹介ありましたように Ruby の開発を開始してから今年で30年になります。いや、なんか年取ったなっていう感じではあるんですけども、で、その期間の間にですね、さまざまなことを教訓として学びましたので、この30年をね、いくつかの時代に区分して、で、その時点で学んできたことについて、皆さんにご紹介しつつですね、ちょっと恒例の自虐ネタも含めつつお話ししようと思っています。まず、全て始まったのはこの日ですね。1993年の2月の24日に、Ruby の、名前が決まりました。で、この日の時点では別に Ruby のコードは一行も書かれていなくて、普通ね、そのプログラミング言語いつ誕生したかとか、いつ始まりましたかっていうところ、ウィキペディアとかで調べると、その公開された日が書いてあるんですけれども、Ruby の場合はその名前が決まった日をもってその誕生日という Ruby の誕生日と呼んでいます。というのも、何度か話したこともありますが、ソフトウェアっていうのは、概念の存在、物理的実体を持たないバーチャルな存在なので、名前によってその存在が決まるというふうに私は固く信じているんですね。ですからその Ruby という名前が決まった日をもって、Ruby がという概念が誕生したというふうに見なしていて、で、この日を誕生日と呼んでいます。で、その1993年2月の24日に、Ruby の他にもですね、例えばそのコーラル、サンゴですね、とか、ティッシュっていう、これ、なんかオブジェクト指向シェルプログラミングができるような言語みたいなことを思って名前つけたらしいんですけど、自分のことなのにあまり覚えてないんですが、で、ただですね、例えばですね、この時にRuby じゃなくてコーラルという名前をつけたりとかですね、すると、ここは Ruby 会議じゃなくてコーラル会議になっていたわけですね。コーラルならまだいいんですけど、ティッシュ会議とか言われるとですね、ちょっとなんか製紙会社かなんかのカンファレンスかと思われそうですので、その一番最初ですね、1993年の2月24日の出来事から学ぶ教訓というのはですね、良い名前を選ぶということをですね、学ぶことができます。で、もしですね、皆さんがご自分でプロダクトを作る、あるいはその事業を始めるとかいう時にですね、それぞれ実際にスタートアップされた方は名前に非常に苦労されたと思うんですけれども、この時に選ぶ名前によってですね、そのサービスなりソフトウェアなりが成功するかどうかの、ある程度決まるというふうなことが言えるんじゃないかなというふうな気がします。で、次の時代はですね、1993年の2月、名前決めてからですけれども、それから1990年の12月までが一つの塊になるんじゃないかなと思っています。これあんまり知られていない時期なんですけれども、つまり誰にも Ruby 作ってますっていうことを、教えなかったので、正確に言うと私の同僚と私の友達のごく少数の人たちだけが知っていたので、この時点ではですね、一人で開発していたんですね。で、当時のソースコードはあまり残ってないんですが、一番古いソースコード、私の手元にある一番古いソースコードがバージョン 0.49 っていうバージョンなんですけれども、で、この時の Ruby はですね、驚くほど現代の Ruby に似ていてですね、30年も前なんですけれども、で、この時点においてその Ruby の原則基本的な部分はすでに完成していたというふうに言ってもいいと思います。つまりその30年前にこんな言語が欲しいと
いうふうに思った原則そのものはずっと安定しているわけですね。そういうわけで、基本的最初に決めたですね基本的方針や基礎的原則を誇示するっていうことはすごく大切なことだよということを、この時代のですね教訓とすることができると思います。はい。で、次の時代がですけれども1994年の12月から1995年の12月ですね、1年ぐらいの期間なんですけれども、ご存知の方はご存知かもしれませんけど Ruby をその世界にインターネットで公開したのは1995年の12月でした。ですからこれはそのインターネットで公開する前のことですね。でこの時にですね、アルファリリースという名前を付けまして、で、何人かの人に当時ネットニューズっていう媒体があってですね、でそこでこんなソフトウェア作ってるんですけど興味のある人はいますかっていうふうな有志を募って、そうですね20人ぐらいの人が集まったような気がするんですが、でそのような方々と、ソースコードを公開したりとかですね意見を聞いたりとかしました。で、基本的な部分は一人で開発している時に決まったんですけれども、この時にですね私以外の人たちの意見を聞いて、でその人によっていろいろな視点とか視野とか意見とかあるんですけれども、そういうのを聞くことによってですね、自分だけでは気づかないことを学ばせてこれたということがあります。例えばですね、今 Ruby ってブロックっていう機能がありまして、で、メソッド呼び出しの後ろに do と end でくくったコードを書くことによってなんていうの手続きの一部をですねメソッドに渡すことができるっていう Ruby に特徴的な機能があるんですけれども、実はですねこのアルファリリースの時点ではそのブロックっていうのはブレイスしか書くことはできなかったんですね。しかしそのアルファリリースの時の誰だったかな、もうちょっと名前忘れちゃいましたけれども、誰かの意見でですねケイジュさんだったかな、誰かの意見でその他の部分はねエンドで終わるのに、ここだけブレースだとそのネストした時にブレースとエンドが混じって嫌だっていうふうな意見が聞きましてですね、で、確かにですね、現代の JavaScript とかでもですね丸括弧とブレースを混ぜなくちゃいけなくて結構辛いみたいなことがありますが、それと全く同じことを指摘されてですね、その通りだと思ってですね Ruby の do と end でくくるブロックを導入されたのはこの時期になります。はい、ので自分だけではね視野が狭くなってしまって気がつかないことも他の人の意見を聞くことによって気づくことがあるということを教訓として学びました。で、1995年の12月、一般公開した時ですね、それから1997年の8月までの間がそのファーストパブリックリリースみたいなものを通じて、いろんな人に使ってもらうようになりました。今でも覚えていますけれども、その時に同時にメーリングリストを作りましてですね、28年ぐらい前なので、今みたいにねスラックとかねツイッターとかないので、主なコミュニケーションはメールだったわけですね。でメーリングリスト作ってですね、で最初のメールが私のずっと昔からRuby について陰ながら応援してくれた友人がですね、おめでとうございます、とうとう一般公開ですねっていうメールが来ました。で2通目がですね、で同じ友人からですね、でも僕のコンピューターでコンパイルするとコンパイルエラーが出ますっていうふうなレポートが来てですね、で3通目がですね、すいません見落としてました、このパッチを当てると治りますっていう。で4通目が別の方からですね、でも僕のコンピューターではこっちの方でエラーが出ます正直言うとですね、一般公開した 0.95 の時点でもですね、かなり品質は低かったというところがあるんですけれども、で、しかしですね、それはかえってプラスになって、こうやってコミュニケーションが発生することによって、その Ruby のコミュニティというのがねできていったという気がするんですね。で例えばどうですね、トヨタの車を購入したとして、で気に入らないところがあったとしてもですね、で文句を言いに行くところはあんまりないわけですよね。気に入らないなっていうことで終わるわけですね。ところが Ruby の場合はですね、作った人がだいぶうかつな人なので、そうするとですねだいぶ隙があるので文句をつけに行くところがあるわけですね。でそうすると関わってくださった人たちの中にはですね、しょうがないなとか言いながら
開発に関わり始めてですね、それが楽しいので残ってくださるみたいな方もいらっしゃいます。で、今でもですね、何人かの方々はですね、こういうすごく早い時期からRubyに関わってきて、しょうがないなと思いながらコミュニティに積極的に参加してくださる方もいらっしゃいます。でそれを考えると、私がですね、だいぶ迂闊で隙のある性格だったっていうのがですね、Ruby にとっては実は幸いしたと。プロダクトのクオリティとしてはどうか知りませんけれども、Ruby コミュニティ全体としてはだいぶ成功したなというふうな気がします。教訓としてはですね、コミュニケーションとそのコミュニティというのは非常に大事であるということをこの時代の教訓として学びました。はい。1997年8月から1991年11月を次の区切りとしたいと思います。で、この時期はですね、Ruby1.0 というバージョンが出ました。で、Ruby1.0、そのソフトウェア見たときに別に大して意味はないんですけれども、バージョンが 0. いくつとか言うと、なんかこのソフト大丈夫っていうふうに思うわけですけれども、なんだか 1.0 って書いてあると、なんかちょっと安定して使い物になるかなっていうふうに思っていただけるんじゃないかなというふうに思います。バージョン番号って大体そんなもんですよね。その後 1.0、2.0、3.0 ときましたけれども、別に何かしたから 3.0 になったっていうよりはですね、どちらかというとここを節目としたいっていう意思表明みたいな感じでバージョン番号をつけた覚えがあります。で、この時代なんですけれども、Ruby がだんだん広まってきて、たくさんの方が Ruby というものが存在するよっていうことは知っていただいたんですけれども、で、一方ですね、この時期の Ruby ってまだなんていうんですか、よちよち歩きでキラーアプリケーションみたいなものがなくてですね、で、そこでなんかいまいち伸びないっていう時期が続きました。で、ソフトウェアに関わるときにほとんどの人たちは利益を得たい、つまりこのソフトウェアを使って自分がメリットがあるから使うっていう人がほとんどなんですね。でそのベネフィット、利益を求める人たちと、それからそうじゃないんだと、利益なんか関係ないから楽しいからやるんだ、楽しいんだから作るんだっていう人たちもいるわけですけれども、実際問題として99% の人たちは、なんか、利があるからソフトウェアを使うっていう人たちがほとんどなんです。道具を使う、ソフトウェアを使うっていう人たちがほとんどなんですよね。で、その 99% の人たちが利益を求めるようなところに、Ruby のような、当時の Ruby のようななんですかね、ひよこみたいな言語をですね持ち込むとですね、人々は便利な道具を良い言語であって使って嬉しい便利なツールとして欲しがるわけなんですけれども、実際問題としてまだ生まれたばかりの言語というのは機能も足りないしライブラリも足りないし、いろいろ足りないのでなかなか利益が提供できないんですね。そうすると、利益を提供するためにはリソースがいるんだけど、ほとんどのユーザーはそんなことには関心がないので、なかなかリソースを提供してくれるわけではないので、なんていうんですかね、利益を提供するためにはリソースがないし、リソースを提供するためには利益がないっていう鶏卵みたいな問題が起きるわけですね。で、なかなか悩ましい時代ですね。この辺であると、Ruby について、インターネットでアンテナの高い人はですね、Ruby というプログラミング言語が存在していることは知っているんだけれども、その時点だと例えばファールがあるので使う理由はないよっていうふうなことで、Ruby 知ってますよ、使ってないけどみたいなことがですね、よく言われるわけですね。使ってないですか、別に言ってくださらなくてもいいんですけどっていうですがですね、1% の人はですね、楽しさのために作ってるわけです。作ったり使ったりとかしてるわけですね。で、もっと人はもっとリソースが必要だっていうこの時期にですね、私たちはどうしたかっていうと、ちょっと硬い言葉ですけど、動詞を求めるっていう感じですね。好きだから Ruby を使う、好きだから Ruby を作るような人たちにですね、アピールするようなことを続けていきました。現時点では少なくともベネフィット提供できません、ごめんなさい、でも楽しいよっていうふうなことを語り続けたわけですね。で、私たちの持っているそのソフトウェアを開発する楽しさで、自由ソフトウェアを作り続けることの喜びみたいなものをですね、皆さんに伝え続けたのがこの時期でもあります。で、その自由に対するモチベーションみたいなものがこの時点のそのバックグラウンドになっていました。で、1999年10月から2004年10月までを次の一区切りとします。この時代はその本とカンファレンスが、本がたくさん出版され、カンファレンスが開かれ始めた時期でもあります。最初の Ruby の本が出版されたのは1999年の11月でした。
本当はですね1997年ぐらいに出るはずだったんですけれども、書籍書き下ろしの書籍って大変なんですよね、少なくとも僕にとっては大変で、明確な締め切りがないんですよ。伸ばそうと思えば伸ばせるってやつで、雑誌の原稿はこの日までに出さないとこうなんか落ちるっていうんですかねこう出版できなくなりますっていうふうなのが決まってるので、もう意地でを守らないといけないんですけども、こう書き下ろしの場合はしょうがないな、じゃあちょっと出版予定日を延ばしますねみたいな話をして、またごめんなさい書けませんでしたみたいなことを続けてたんですね。当時転職して忙しかったりとかですね、いろいろあったのでなかなか原稿が進まなくてですね、結局2年ぐらい遅れて出ました。2年遅れただけで済んだので幸いというべきで、出版業界の人には本当に申し訳ないんですけども、私、知名度が高いので書籍を書きませんかっていう企画をいただくことが結構あってですね、でこんな本をじゃあ書こうと思いますみたいなことを言って、で出版企画が通ったこと多々あるんですが、そのうちの多分8割9割がですね、私が書けなくてですねボツになったっていう過去があってですね、もうダメじゃんっていう感じなんですが、この本は無事出ました。オブジェクト指向スクリプト言語 Ruby という本でですね、技術系の本としてはそこそこ部数が出て1万6000からちょっとぐらい出てですね、で、ちょっと出たなっていう感じの本になりました。名出しっていう感じですけども、で、次にですね、最初の英語の本ですね、ピッケル本ってよく言われている、プログラミング Ruby っていう本ですけれども、これが2000年の10月に出ています。この本については思い入れがあって、1999年の12月ってY2K 問題っていうのがあって、2000年問題ですね。で、なんかインターネットで大変なことが起きるかもしれないみたいなことをみんな言ってた時期なんですけれども、で、その時まさにその時ですね、1999年の12月31日にメールをいただきまして、で、あなたの作った Ruby っていう言語について英語で本を書きたいんだけどいいだろうかっていうメールをいただいたんですね。で、どうぞどうぞっていうふうに答えたんですけれども、でそしたらですね、著者の人、当時は知らなかったんですけど、デーブ・トーマスとアンディ・ハントっていう2人からですね、特にデーブからですね、怒涛のメールが来てですね、Ruby ってこういうふうになってるけどこれは一体どういうこととかですね、ドキュメントに書いてあるのとソフトウェアの挙動が違うんだけどどっちが正しいのとかですねで、この機能の背景はどういうこと、なんでこんな機能あんのみたいなことすっごいたくさんメール書かれてですね、私、今でもそうなんですけど当時もあんまり英語得意じゃないのでですね、アップしながら、特に当時 Google 翻訳がないので、アップしながら英語の返事を書いてたんですけども、そしたら8月ぐらいになって書けたからとか言われてですね、ちょっと待ってください、私2年遅れたんですよで、なんですけど彼らもう本当にもうちょっとかかったかな、7、8ヶ月でですね原稿を書き上げてですね、でも初版のプログラミング Ruby って本、後になるほど熱くなるんですけど、それでも結構な分量がある本を、なんか8ヶ月ぐらいで書き上げてですね、で10月には出版されるっていうものすごい怒涛の勢いで本を書いてくださいました。この本のおかげでたくさんの人たちが、日本の外のたくさんの人たちがですね Ruby に気がついて、あるいは Ruby を学んで Ruby を使うようになったっていう、この本がなかったら今の Ruby はなかったと言ってもいいと思います。で、次の年ですね、2001年の9月にですね JAOO という Java and Object Oriented Programming っていうカンファレンスがずっとデンマークで開かれてたんですけれども、でこれに呼んでいただいてですね、海外のカンファレンスから招待講演されるとはと言って喜びさんで行ったんですけれども、でここで実際にこのプログラミング Ruby を書いたデーブ・トーマスともここで会いましたし、でそれからマーティン・ファウラーみたいななんていうの業界の有名人みたいな人も何人もあってですね、なんかわーいとか思いながらですね、だいぶミーハーですね。で、カンファレンスに出席しました。海外カンファレンスに呼ばれるようになったんだな自分もとか思いながら出席したんですけども、で2001年9月ってですね、あれなんですよね、9/11があったんですね。で私が自分の講演終わってホテルのロビーに戻ったらですね、タワーが火を吹いてましてですね、でとかいう感じでそのまま、その後カンファレンス終わって日本に帰ってきたんですが、アメリカから来たスピーカーたちはですね、国境がロックダウンされて全然帰れないっていう、後でアメリカの人たちにですねメールで聞いたらですね、1週間帰れなかったと。
カンファレンスに出るつもりでスッと行ったらですね、そのまま1週間延長しないといけないっていうのがだいたい地獄のような感じですけれども、大変だったと思います。で、あとですね、このデンマークの JOO ってカンファレンス、この後2004年にも出席してるんですけども、その2004年に出席し、違うな、この時、2001年に JOO に出席した時に、デビッド・ハイネマイヤ・ハンセンっていうですね、レールズ作った人ですね、この人がその時学生インターンをしてて、カンファレンスのお手伝いをしてたんですけども、でその時に、デイブ・トーマスと僕とDHH で普通に話をして、当時彼 PHP プログラマーだったので、別に Ruby ってこんなんだよみたいなことを紹介しただけだったんですけども、後にですねその人がレールズを作るようになるとはですね思いもしなかったんですけども、はい。でこんなことがありました。でその1ヶ月後にですね、一番最初の Ruby カンファレンスが開かれました。2001年10月の終わりぐらいですね。で、2001年11月にこれフロリダ州タンパで開かれたんですけども、覚えてらっしゃる人はもしかしたら覚えてらっしゃるかもしれませんけど、炭疽菌の騒ぎがあったのが2001年の10月のフロリダで、この時期にフロリダ行くのはお前は死ぬ気かって言って周りに止められたんですけどもきっと大丈夫って言って行って最初の Ruby カンファレンスに出席しました。出席者が30多分7ぐらいね、このぐらいですねで、その時から始まってですね、世界中のそのコミュニティがどんどん広がっていって、それから20数年経ちますと、例えば Ruby 会議、日本で開催されるインターナショナルカンファレンスで、今日一応登録は1300人だそうですけれども、バーチャルで参加している人を含めて1300人が参加するようなカンファレンスが開催されています。で、海外の Ruby カンファレンス、あるいはヨーロッパのユーロコとかもですね、結構な規模のカンファレンスが開かれるようにまで成長しました。でこれというのもですね、やっぱりその一番最初の時点に、例えばそのデイブ・トーマスとアンディ・ハントが Ruby を見つけて、それをただ単に応援するだけじゃなくて本を書きますって言ってくださった。あるいはその最初の Ruby カンファレンスをオーガナイズしてくださるような方々がいらっしゃった。あるいはその Ruby に興味を持って自分とこのテクニカルカンファレンスに招待講演者として私を呼んでくださった人みたいな、そういうその人と人とのつながりみたいなものがですね、今の Ruby につながっているというのが、コネっていうとなんですけども、つながりですよね。で、つながりが非常に大事であるということを教訓として学びます。特にこのプログラマティックプログラマーズ、日本の語だと達人プログラマーですけれども、2人はですね、非常に恩があってですね、この2人が、プログラミング Ruby を書いてくださったからこそ今の Ruby があると言っても言い過ぎではないというふうに思いますね。デイブ・トーマスは今エリクサーを一生懸命応援してますけれども、別に仲違いをしたわけではないのではい。次の時代としてはですね、2004年の10月から2009年の、1月までを一区切りとしたいと思います。でこの時代にあった一番大きなイベントというのはやっぱり Ruby on Rails の登場ですね。Ruby on Rails が公開されたのが2004年の10月なんですけども、で、キラーアプリケーションないってずっと Ruby を言われたんですけども、でとうとうですね Ruby のキラーアプリケーションとして、Web アプリケーションの開発というものが登場してきました。で、ようやっとですね、なんていうの、ベネフィットシーカーズたちにもですね、利を提供することができるようになってきたわけですね。で、この時代にはですね Ruby アソシエーションという団体も登場して、で Ruby アソシエーションというのは、私理事長してますけれども、でベネフィットシーカー、ビジネスで Ruby を使いたい人たちと、それからテッキーで、楽しみのためにプログラムを開発する人の間にはどうしても見てるものが違うのでギャップが生まれがちなんですけれども、そこを埋めるような組織として、Ruby アソシエーションと作りました。で、この時代から学べる教訓というのは、楽しみのためにソフトウェアを作ってきてツールを作ってきたんだけれども、それを継続して良いものを作り続けていけばジョイシーカーズがベネフィットシーカーズを満足させるようなものを作り出すことができるというようなことを実証したということが一つの教訓として言えるというふうに思います。さらに言うとですね、私技術者プログラマーなので良いものを作れば、それは広まるというふうにずっと思ってたんですけれども、でそれは必ずしも真実ではないなということを学んだのもこの時期でした。
DHH っていうのはものすごいなんですかね、マーケティングが上手い人なんですよね。なんかどっちかっていうとなんですかね、すごい口が立つので炎上しても怖くないっていう感じですね。当時ですね Ruby on Rails を使った人たちがですね、感銘を受けてですね、あと Ruby on Rails を使うとですね Java の10倍の生産性があるとかブログに書いた人がいるんですよね。で当然のように炎上するわけですよ。で条件が揃ってないとかですね Java でもこうやれば楽だみたいなことがあってなんですけども、でこの DHH って人はですね炎上しているとガソリン持って駆けつけるような人でものすごい燃えたんですけれども、でもその中でもあってもですね、一部の真実、つまりレールズだと生産性が高いということであるとか、なんていうの、おもちゃではなくてちゃんとしたウェブアプリケーション、ビジネスにも使えるようなウェブアプリケーションも十分に開発できるということをですね、彼の力によって証明したんですけれども、で、それによってレールズの知名度が高まったのは確かですね。あと彼の、Ruby on Rails.org のところにですねビデオがアップロードされてたんですね。で、彼がブラジルのカンファレンスの講演でアドリブでRailsアプリケーションで小さな ToDo アプリケーションを作るっていうデモだったんですけれども、で、15分ぐらいでその ToDo アプリケーションのデモを作ったんですね。で、なんだっけPHP ウェブアドミンかなんかでデータベースを作って、でその後スキャフォールドでなんとかっていうふうをやって15分っていう作ったんですけども、2004年当時に15分でウェブアプリケーションを作るっていうのはだいぶ画期的なことだったんですよね。かつで、思い出すと2004年ってYouTube が生まれた年でもあるんですよ。でそうするとインターネットでビデオを使うっていうのはあんまり一般的ではなかったんですよね。でそれをビデオで公開することによって、そうか、じゃあうまくやれば15分で最初の一歩を踏むことができる、最初のウェブアプリケーションを作ることができるし、で、見栄えとかはともかくとしてそっちは後からやればいいんだけど、とりあえず動くものを15分で作ることができるならなんかダメだったらもう捨てて15分で作り直せばいいやっていうアプローチが取れるようになったんですね。でそのことに対してこのビデオってものすごい当時ものすごい説得力があったんですけれども、でそれっていうのは彼のやったプレゼンテーション能力、マーケティングだったりパブリックリレーションだったりとか、そういうふうな能力によって Ruby on Rails の現代の最初の一歩を踏んだっていうのはあると思うんですね。で、正直言うとマーケティングへって思ったんですけども実はちゃんとした広報をするっていうことは大事なことだよっていうことを学んだのもこの時期です。相変わらずRuby や、特に私はですねプレゼンテーション下手くそなのは変わらないんですけれども、で、あとですねさっきちょっと話をしたんですけども、エンタープライジーな人とテッキーな人の間にギャップが生まれがちなんですけども、でスーツを着ている人たちに対してですね、技術の優位性を説得する必要があるみたいなことについて学んだのもこの時期です。このカンファレンスだとスーツ着てる人いないんですけれども、例えばそうですね島根で開かれている Ruby ワールドカンファレンスとかだと3分の1ぐらいスーツ着ててですね、だいぶ毛色が違うなとか思ったりするんですけども、そこも多様性だったりギャップを埋めるということはね非常に大事なことだというふうに思いました。はい、さて、次の時代はですね2009年の1月から2013年の2月になります。でこれはですね2009年の1月にですね、Ruby1.9 っていうバージョンがリリースされたんですね。で正確に言うと1.9、そうですね 1.9.0 ですね。で 1.9.0 がリリースされたのが2009年違うな 1.9.1 だね、ごめんね、1.9.1 だね、1.9.0 が生まれたのは2007年だから。で、Ruby1.9 っていうのはですね1.8 までは私が作ったインタープリターだったんですけども、でコアの部分を笹田さんが作ってくれたヤルブっていう名前の、バーチャルマシン、新しいバーチャルマシンに置き換えたので、あといろんなところ大規模な改善をしたので、互換性がなかったんですね。つまり今まで Ruby1.8 で動いていたアプリケーションを Ruby1.9 で動かそうとするといろんなところを直さなくちゃいけなくなったんですね。でその結果ですね、私たちはその新しいバージョンである Ruby1.9 であるとか 2.0 であるとかをリリースして改善してそういう活動をずっと続けていても、でコミュニティの一部の人たちはですね、いや私たち自分のアプリケーションを書き換えたくないから
で Ruby1.8 をずっと使い続けますという人たちが結構な割合でいたんですね。で、その結果ある種のコミュニティ分断みたいなことが起きたんですね。Ruby をもっと良くしたいで新しい機能を追加したいあるいは性能を改善したいって思ってもそれはそのコミュニティの一部の人には届かないっていう時代がですね5年以上続いたんですね。で、そのことから学んだのは、互換性というのはものすごい大事だということを学びました。お隣のその Python っていう言語ではですね、Python2.x と 3.x の間に、やっぱり同じ互換性の問題があったので、あちらはですね15年コミュニティの分断が起きてしまいました。それに比べたらうちはね5年から7年ぐらいなので、半分以下で済んだっていうのは、だいぶラッキーではあったんですけれども、でそれにしたって互換性をね一生懸命考えてあげるんですけども、互換性を壊すとですねまたコミュニティ分断みたいなことが起きがちだっていうのは確かです。それ以後そういうのが起きないようにですねだいぶいろいろ工夫してるんですけれども、互換性壊してもですね、みんながついてきたいと思えるような工夫をいろいろしながら改善してきています。で、もう一つこの時代から学んだことはですねRuby1.8 と Ruby1.9 でだいぶ性能が違ってたんですね。1.9 のがだいぶ性能が良かったんですよ。それはどっちかっていうと作ったプログラマーの腕前の問題のような気もしないでもないんですけども、笹田君のがだいぶ私よりも優れたプログラマーなので、だいぶパフォーマンスが良かったんですね。そうすると、Ruby1.9 用に自分のアプリケーションを書き換えないといけないんだけども、書き換えて 1.9 にマイグレーションしたら自分とこのパフォーマンスが結構良くなるんだったらそれぐらいのコスト払ってもいいかって人が結構いてですね、そうやって少しずつ1.8 を使い続けている人たちがですね、1.9 に移行してくださったっていうのがあってですね、つまりパフォーマンスを改善することによって他の問題は解決それに伴って解決することがあるっていうことも、この時に学びました。だから結構ね例えばJIT の話とかでねパフォーマンスって結構言うんですけど、Ruby 全体がそのものが遅いって言われつつもですねパフォーマンスの話をしょっちゅうするのはですね、この時の教訓があるからですね。はい、次の時代はですね2013年から2015年の2013年2月から2015年11月ですね。ここはですね Ruby2.0 が登場したのが2013年の2月でした。今年30周年ですけれどもこの時は20周年ですね。Ruby20 周年記念でRuby2.0 を出すということでRuby2.0 でした。で個人的にはですねRuby の割と最初の時期からですねああいうことをやりたいこういうことをやりたいって思っていることの中で実装が難しくてほったらかしてた機能がいくつかあったんですけれどもそれのほとんどが揃ったのが Ruby2.0 の時でした。で、最後に残ってた大物などあるパターンマッチングは 3.0 の時まで残ったんですけれどもそれ以外のものですね例えばリファインメントであるとかですね、もう含めて入ったのがRuby2.0 の時でした。そうやってですね、一番最初にその構想の中には実は入ってたんだけど実力が足りなかったあるいは技術が足りなかったので実現できなかったようなものがどんどん追加されて、コミュニティのおかげですけれどもで、Ruby という言語はですね私の頭の中にある完成にだいぶ近づいたという時期がこの時期でもありますが一方ですねレールズがねものすごい評判が高かったのがなんていうのその人気に陰りが出たっていうのもこの時期ではあります。でそうするとですね、人々はですね、レールズだってガーってきた人の中にはもうレールズはいいや他の言語に行くからっていう人たちも結構いてですね、残念みたいな。であとレールズがね2004年に登場した時には画期的だった機能もですね、別にそのレールズでなくても同じようなことを実現するような言語も登場しつつあってですね、100% レールズと同じ使い心地になるかっていうとならないんですけども、多くの人たちにとって妥協できるレベルではレールズに追いついたと思われるようなものも登場してですねでそうすると離れていく人もいる、来る人もいれば離れていく人もいるっていうのを学んだのもこの時期でした。ただ、それにですね、一喜一なんですかねちょっと人気がかけると叩かれるんですよね。毎年のネタでありますが Ruby は死んだってやつですね。で、なんだけどずっと前に進み続けないといけないなという決心をしたのもこの時期です。で、そうですね。で2015年の11月っていうから2020年の2月までのもう一つの時代としたいんですけれども
でこの時期はですね、Ruby3x3 っていうキャッチフレーズを作って、で Ruby3.x に対して備えをする時期というふうに、定義しましょう。でこれ Ruby3x3 っていうのは別に私が言い出したわけではないんですけれども、で誰かがですね普通に話をしている時に、その時は 3x3 って発音してたような気がするんですが、誰かが言ったのがですね、それいいと思って採用って言って、そのままキャッチフレーズに使ったんですけれども、インスピレーションの元になったのがですね、ジョン・ F ・ケネディの1993年の演説の中にあった言葉ですね。We choose to go to the moon in the decade and do other things not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of the energies and skills ということですけれども、で、それが月に行きましょうと。この10年の間に月に行きましょうと。まず60年代というね。月に行きましょうと。それが簡単だから、月に行くのが簡単だからそれをするのではなくて、難しいから。でそれにエナジーをフォーカスすることによって、それにフォーカスすることによって、で私たちが組織化して、で、私たちのエネルギーとスキルをなんていうの測ることができるっていうふうなことを言ってるわけなんですけども、で、これを、イメージしてて、2015年のその11月のですね、Ruby カンファレンス、アメリカの Ruby カンファレンスでこの話を一番最初にしたんですけれども、その時点で私がその Ruby3x3 が、絶対確実に実現できるってあんまり思ってなかったんですね。で正直言うとこれ難しいよなって言って、で、Ruby3.0 が出た時にごめんできなかったよっていう可能性は結構あるなっていうふうに思って言ってたんですね。だいぶ冒険ですけれども。でなんですが、そうやってですね、私がこういうふうにこの方向に行くんだっていうふうに言ったらですね、でその中で、ブラッド・マカロフが MJIT を作って持ってきてくれて、こういうふうなことをして JIT コンパイラーできますよっていうふうなことで、それを国分さんが引き継いで導入してくださいました。でその後、でも MJIT って Rails アプリケーションのパフォーマンスはあんまり改善しなかったんですよね。そしたらその Shopify チームが、マキシムを含めて、YJIT にチャレンジしてくださって、でそれで、Rails アプリケーションにおいても、3倍とはいきませんけれども性能は改善されたっていう素晴らしいことがあって、で、それっていうのはもちろん実際には作ってくれた人がいて、で、ブラッドがいて、国分さんがいて、マキシムがいて、でそういう人たちが努力してくださったから実現できたんだけど、でその最初の入り口きっかけを作って旗を振ったことによって、それが実現したっていうふうなのは、言えるだろうなというふうに思って、で、そこによってそのリーダーシップと、それからビジョンの提示、Ruby を3倍速くするっていうビジョンの提示ですね。でそれの重要性っていうものに気がついたのがこの時期でもありました。でそうするとそのキーノートとかで未来の話をしないといけないというふうな、今日未来の話全然してないですけどはい。で、最後の時代はですね、2020年2月から現代に至るまでなんですけども、2020年2月っていうのは、Ruby3.0 が出たタイミングですね。でこのタイミングで、もちろん Ruby は随分改善されたんですけども、それにもかかわらずですね、Ruby は死んだとかですね、Rails も終わりとかですね、言われるわけですね。で、そういう逆風の中にあってもですね、耐えるような立ち向かうみたいなことが必要な時期でもあります。ただ、なんですかね、例えばプログラミング言語の人気ランキングみたいなものを取ったとして、Ruby が1位になる未来は来るといいですねあんまりその近い未来では考えられないんだけど、じゃあ2位じゃダメなんですかじゃなくて、2位以下の言語に存在価値がないかっていうと、必ずしもそうではないわけですね。私たちは、去年の Ruby 会議のキーノートでも話しましたけども、価値を提供し続けているので、それでいいんだっていうふうな気がするんですね。ただ私たちが何か言うとですね、なんか叩かれる感じがあるわけですね。これはですね、ちょっと3日ほど前の DHC のですのタイプスクリプトを書いてると大変ってプレイン JavaScript の方が私にはとっては楽しいし、で
似たようなタイプスクリプトと似たような型ヒントや型宣言みたいなものを言語に入れるのに、屈しないマッツに永遠に感謝するってこれ書いてあるんですね。ありがとうございます。DHH ね、彼のがだいぶ金持ちなんだけど、こうやって時々褒めてくれるんですね。私の自尊心をだいぶ満足させるわけですね。なんですが、そういうことを言うとですね、タイプスクリプトの人たちはですね、こういうふうに言うわけですね。Sometimes people just gonna believe in flat earth それどういうことかっていうと、地球平面論ってやつですよね。今でも地球は平らだって信じて丸じゃないって信じてる人たちがいて、で、現代の科学がね証明しているものを堅くなに否定する人がいるっていうふうなやつなんですけれども、どういうことかっていうと、つまりその静的型の方向にプログラミング言語が行くのはもう規定路線で科学的に証明されているので、そっちが絶対いいので、そういう型宣言がない、動的な型、タイプレスってそういう人たち言うんだけどね、型あるから。で、動的な型の言語にはもう未来はないっていうふうに言われるわけですね。で、それに固執する人は、フラットアースビリーバーであると。辛いね。なんですが、ここでですね、私自身としては、いや、そればっかりが未来じゃないよっていうふうに思うんですね。で、私個人としてはですね、いやもちろん静的型があることによって嬉しさっていうのはもちろん理解していて、で、プログラミングしている時により多くエラーをコンパイル時あるいはコーディング時に見つけることができるのも嬉しいし、で、より安全でプログラムがエラーがより早く見つけられるのはそれはそれで嬉しいし、気持ちはわかるんだけど、じゃあ型宣言を言語に加えることがそれの最善の方法かっていうと、必ずしもそうではないので、違う未来を作りたいなというふうに思ってるんですね。これ何回も言ってるけど、で、アラン・ケイの有名な言葉ですね。The best way to predict the future is to invent it ということで、未来を予測する最も良い方法はそれを作り出す方法だと。で、私がですね、こうやってその型宣言がなくてもちゃんと型チェックができるようになるし、で、そういう未来もあるんだよってことを口で言ってもですね、特にタイプなんていうの、スタティックタイプビリーバーズはですね、何も信じてくれないんですね。お前フラットアースかみたいなこと言われるんですね。辛い。で、そういう未来を作りたいというふうに心から思ってるわけですね。はい。ここまでですね、30年前から現代に至るまで Ruby の過去を振り返り、教訓について語ってきたわけなんですけども、30年の間ですね、ここに挙げなかったちょっといくつかのイベントがあって、それを挙げておきたいなというふうに思います。で、一つはですね、Ruby の別実装ですね。で、1990年に Ruby を作った頃に、その頃メジャーだったプログラミング言語、例えば Perl であるとかで、Python もありましたけれども、でそういう言語には、当時別実装はなかったんですね。つまりそのプログラミング言語と実装っていうのはものすごく強固に結びついていて、別実装みたいなものは存在しないっていうのが当たり前だったんですね、30年前なんですが、この30年の間にですね、そういうことを思ってたから別に別実装が作りやすいような言語の作りにしてこなかったんですけども、そういうチャレンジにもかかわらずですね、例えば2001年には JRuby が始まりました。で2007年には IronRuby が始まって、でマイクロソフトに見捨てられましたけど、で、あと、トラフル Ruby ですね、2013年のクリス・シートンの論文から始まりましたけれども、トラフル Ruby 今でも元気に不思議なぐらいベンチマークの速いちょっとだいぶね参考させていただかないといけないものがたくさんあるんですが、実際そのトラフル Ruby からですね、例えば、3.2 で入ったオブジェクトシェイプみたいなものを参考にさせたりしています。でそれからですね、私自身の作っている MRuby も2012年から、正確にはプロジェクト始まったのは2010年からですがあります。でこういう別実装が現れるようになったっていうのは、Ruby の価値が高まって、それをやるだけの意味があるっていうのもそうなんですけども、私にとっては、自分の言語を実装してくれる他の人がいるっていうのはですね、だいぶなんですかね、自尊心を満足させるっていうか、ありがたいっていうかですね、そういうところがあります。私にとっては非常にインパクトが強い出来事でした。でもう一つはですね、なんかスペース入れるの忘れたな、 ISO スタンダードですね。 ISO-IEC の 3017020010 っていうISO の企画ができたのもですね、印象的でした。これですね、
すごい大変だったんですよ。標準規格っていうのはですね、オープンソースと違ってなんですかね、なんかすごい大変で、なんか会議があってミーティングがあって会議があってで出張があって会議があってっていうすごい大変なことをして一生懸命作ったんですけれども、で2012年できましたで、いや万歳って思ったんですけど、その後何かいいことがあったとかっていうと別にっていう感じで、いやまあ頑張ったんだけどねっていう感じで、ですね、標準規格ができたら、じゃあ標準規格に従って、でその範囲内で、例えばそれを採用する企業さんがいますとか、あるいは例えばなんですね、検定試験みたいなにプログラミング言語として、標準規格のある言語が採用されるかもしれませんよみたいなことが期待してたんですけども、じゃあ情報処理技術者試験に新しいプログラミング言語を貼りますって言って入ったのは Python だったんですよね。標準規格はどこに？しかもですね、いやこれ始めると30分じゃ終わらなくなるのではい。でポール・グレアムっていうもともとヤフーストアのベースになるバイアウェブっていう会社を作って、で Y コンビネーターを始めた人ですね。で彼がですね、100年の言語っていうエッセイを書きました。でその中に、100年後でも使われるようなプログラミング言語について、でもその100年後を予測するのは難しいけれども、プログラミング言語に関して言うと、その100年後の未来を予想するのの制約はないので、考えるだけなら自由だっていうふうなことを言いながら100年の言語を彼書いているんですね。で私は彼ほど優秀でもないし、リスパーでもないので、30年生き残る言語について、30年生き残ってきたのですでにもう30年残る言語について考えてみようというふうに思いますが、でポール・グレアムの参考にすると、簡潔で読みやすく拡張性の高い言語がいいんだっていうふうにおっしゃるんですね。実際その Ruby は非常に簡潔ですし、読めないプログラムは Ruby でも書けますけれども、トリックとかねなんだけど、大体の場合は読みやすいし、で、拡張性にも高いので、結構ねいい線いってんじゃないかなと。30年プラス30年で60年生きる言語っていう意味ではいい線いってんじゃないかなというふうに思いますが、もちろんその改善すべき点がないというふうには言わないんですね。で、例えばですね、パフォーマンスであるとか、コンカレンシー並行実行であるとか、そのサポートするツールであるとか、さっき言った型の話であるとかですね、いろいろあるんですが、これらのことはですね、3.0 以降随分改善してきました。パフォーマンスでも、今 RJIT になりますね、JIT コンパイラー入れました。でそれからメモリレイアウトの変更であるとか GC の改善であるとかもしました。コンカレンシーについても、ファイバーの改善であるとか、Async ファイバーも入れました。ラクターも入りました。もちろん改善の余地はありますけども、全然取り掛かってます。で Ruby のツールも十分充実してきて、ルボコップもあります。でそれから、RubyLSP みたいなのもあります。で、タイププロフであるとか、ソルベもそうですよね。そういうものもあります。でタイプに関しても、スティープであるとかソルベであるとか、それから、タイププロフ、いろいろ入れました。で、こういうようなことについてすでに手をつけてはいますが、これで完成もう大丈夫っていうところまではまだ言ってないんですが、正しい方向に向かって進歩しているというふうに私は確信しています。で、特に型に関してはですね、ちょっと最近ねチャット GPT が話題なのでちょっと聞いてみました。で、以下のプログラムの型を推論してみてくださいっていうふうに聞いたらですね、この n は整数ですとかですね、フィボナッチ関数の入力ですとかですね、それからですね、戻り値も整数ですっていうふうにちゃんと正しく推論してくれたんですね。タイププロフ、チャット GPT があればタイププロフと同じようなことができるで、もちろんですね、チャット GPT はRuby 向けにチューニングされていないので、これでオール OK っていうつもりはないんですけれども、私たちはですね、どんどん新しく登場するテクノロジーを採用するとですね、人間がいちいちですね型を書いてやるとかですね、そういうようなことをしなくても、十分に推論してくれる可能性は高いというふうに私は思っています。かつさらにもっとなんていうの、型に書きたくないような情報、例えばこのオブジェクトフリーズされているかどうかとか、サイズがいくつであるかどうかというより多くの情報を持った
型推論みたいなものをプログラムの字面に書かなくてもできる日はいつか来るというふうに思ってるんですね。でその時に、型宣言を言語に入れた連中は、もっと簡潔に書けたらいいのになって思う日は来るんじゃないかなというふうに思うんですね。で、その未来を潰さないためにもですね、フラットアースビリーバーはですね型を入れないと、型宣言を入れないというふうなことを堅くなにこう突き進もうというふうに思っています。いずれにしてもですね、私たちこれまでずっと頑張ってきましたけれども、このまま前に進み続ける、今まで改善しなくちゃいけないと思ってたところたくさんあります。でもう手をつけているものも、手をつけてるけどまだ完成に至ってないものもたくさんあります。でそこに手をつけていこうというふうに思っています。それはひとえにより良い世界を、少なくとも Ruby ユーザーがこう喜んでプログラムを書き、そしてそれからベネフィットを受けられるような未来を作り続けるためなんですね。で私と一緒に働いているコア開発者たちもそうしてくださってますし、ジェムオーサーズたちもそうしてくださっています。で、レールズ開発している人たち、レールズそのものを開発している人たちもそうだと思います。で、ぜひですねその Ruby を使って、あるいはレールズを使ってアプリケーションを使って世の中を良くしていくような、そして、ベネフィットをですねより多く世界に提供していくような活動を Ruby コミュニティ全体として推し進めたいと考えていますので、ぜひ皆さんもですね参加していただければというふうに思ってこのキーノートを終わります。このキーノートはですね salesforce.com、 NACL、それから OSS ビジョン、最近こういう会社作ったんですけど、仲間たちと、それから、GitHub スポンサーズになってくださった皆さん、本当どうもありがとうございます。で、最後 Ruby コミュニティ全体の提供でお送りいたしました。ありがとうございます。